こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は、パロコさんからご応募いただいた作品です。お父様の介護のためにふるさとに帰って、2世帯住宅を計画中です。2世帯住宅に限らず、間取りを考えるということは、家族の関係を考えることになります。まして2世帯住宅になると、家族の距離感をどう保つかが悩ましいところですが、パロコさんはどのような間取りを描かれているでしょうか。まず概要については、建築場所は沖縄県です。ご応募いただいたのはパロコさん50代の方です。家族構成は70代の両親と50代のパロコさん夫妻です。駐車台数は1台。車は北東側からのみ進入可能ということです。用途地域は大種低層住居専用地域で、建蔽率 50%、容積率 150%、外壁交代は道路側が 1.5 メートル、林地側が1メートルの交代が必要です。道路幅については北側に6メートル、西側に 3.5 メートルの道路に接していて、北側道路は1号1号と書かれています。これは県道とか一道とかいった一般的な道路ですので問題はありません。ただし西側道路の1号5号というのは一指定道路というもので、ちょっと負担がかかる可能性がありますので、これについては後ほどご説明します。まずパロコさんが書かれた間取りをざっと見ていきますと、方位は右側が北です。南側の庭がだんだん細くなっている敷地です。送っていただいた写真を見ると、建物がぎっしり立っているので、市街地に近い住宅地かと想像します。北側に6メートルと西側に 3.5 メートルの道路に接していて、道路の東から西に向かって60センチ程度下がっていそうです。それで車は東側からしか進入できないということなんですね。東側と南西側の臨地の建物が境界に沿って立っています。駐車スペースがあって、道路際の塀と建物の間をアプローチします。こちらが玄関で、車椅子はスロープで奥の部屋まで進めるようになっています。玄関には下足箱とベンチをしつらえています。引き戸を開けて進むと正面がリビングで、ソファーとテレビが置かれています。その隣がダイニングテーブルで、壁際にピアノと収納カウンター、その奥がキッチンで、勝手口が駐車スペース側にあります。LDK の奥がご両親の部屋で、ベッドが2台と、クローゼットと水回りで、トイレ、お風呂、洗面、洗濯です。そして南側の三角形の部屋が、物干し兼お母様の読書スペースということです。南側の庭に面してデッキテラスが張り出しています。階段は玄関の近くで、こちらから2階に上がりますが、このベンチのあたりは階段と干渉しそうですね。2階の間取りです。階段を上がるとパロコさんご夫妻のリビングでソファーと植物スペースがあります。東側の壁際は書斎と書かれているので本棚に囲まれたスペースと、ここはデスクや収納でしょうか。それからこちらにもデスクかカウンター収納があります。その奥にトイレと水回りで洗面、洗濯、タオルなどの収納、お風呂です。その横に洗面室からつながる物干しスペースがあります。それから南側に寝室とクローゼット、リビングと寝室の南にバルコニーがあって、水やりと書かれています。このような間取りについて、パロコさんは生活のイメージや考え方をこのように書かれています。はじめに、現在、関西在住です。実家の父の介護のため帰省し、実家の建て替えを計画しています。両親の住む家を建て替え同居予定です。台風対策などのため沖縄で一般的な鉄筋コンクリートの住居に建て替えるつもりです。そうですね。初めて沖縄に行った時には鉄筋コンクリートの家が多いことに驚きました。日よけのための穴開けのブロックにもいろんな種類があって、いつも一度使ってみたいと思いながら見ています。鉄筋コンクリートが生まれて100年余りですけど、沖縄の風景をガラッと変えてしまったのだと思います。遊びに行く方は赤い瓦を漆喰で固めた屋根が並んでいる風景を見たい気もしますが、毎年猛烈な台風に襲われる地域ですから、鉄筋コンクリートを選択されるのは合理的な選択だと思います。そして家や生活のイメージとしてシンプルな作りで緑に囲まれた家が理想。南国で日差しが強く湿度の高い地域なので、できるだけ直射日光を遮るため、軒を深く風通しを良くしたい。車椅子の使用や、両親や私たちの好みから扉はできるだけ全て引き戸にし、間仕切りも少なくしたい。現在の間取りでは、
ほとんどの窓を南北に設けて、北から南へ風を通す計画ですが、窓の数や位置が適切か、あるいは十分かわかりません。家庭菜園や植栽をしながら、のんびりと健康的に暮らせるようにしたい。1階については、アプローチは車椅子を押せるように、スロープにしたい。車椅子でも車庫や道路脇からアプローチを通るときに、濡れずに玄関まで移動できるようにしたい。室内もバリアフリーが必須。寝室にはベッド、介護用1、セミダブル1、トイレ風呂は寝室内、もしくは隣接。昼夜問わず洗濯をすることが多いため、室内干しスペースが必要。間取り図内、寝室内の三角形の部屋を室内干し用スペースや母の読書部屋等と想定。寝室とリビングの仕切りは可動式で、寝たきりになった場合でも仕切りを開け、庭を眺められるように。デッキを広めにし、デッキ上部は軒をできるだけ伸ばし、日差しを避けるようにしたい。庭は家庭菜園、植物栽培を両親が楽しんでいるため、庭のスペースもできるだけ確保したい。キッチン、ダイニングは両親世帯と共用。最後に出てきたキッチンとダイニングは共用というのが今回のポイントです。2階についてはシンプルにできるだけ仕切りは少なくしたい。寝室も可動式の間仕切りで、寝るとき以外はオープンにしたい。クローゼットや本棚で仕切る程度でも良い。ご主人は本が多いので本棚を多めにしたい。数千冊の専門書ということですが、どういうお仕事なんでしょうね。観葉植物が趣味なので、植物に良い環境で、かつ手入れしやすい場所を設ける。パロコさんは専用の机スペースを希望。共通の趣味は音楽鑑賞で、クラシック、ジャズ、ラテン音楽など。今はマンション住まいなので、近所に気兼ねしているので、気にせず聞きたい。写真撮影と茶道。将来3畳程度の茶室を作るのが夢とあります。ロフトなど普段使わない本や茶道具などをしまえるスペースがあればベター。階段部分について1階に音が筒抜けになるのは避けたい。しかし1階の様子がある程度把握できるようにしたいので、間仕切りを設けるにも躊躇があります。今のところ明確なイメージができないでいます。もし添削いただける場合、内観スケッチも書いていただければ幸いです。両親もイメージしやすいと思います。ということです。間取りの説明を聞いて、もう一度パロコさんが書かれた間取りを見ていきます。まず敷地の高低差は、お送りいただいた写真から判断すると、石積みの擁壁が80センチ程度あって、その上にコンクリートブロックを1メートル程度積んでいるように見えます。全体に良い感じで緑で覆われていますので、パロコさんはこれを残そうと考えておられるのだと思います。北側道路の東側を0とすると、道路の西側でマイナス60センチ、敷地全体がプラス20センチ程度かと思われます。今回の主題ではありませんが、西側の位置指定道路については注意が必要です。ここはいわゆる私道で、この奥の何軒かのお宅が家を建て替えるためには、この私道を法的な道路としないといけないのですが、ここでは位置指定道路という制度を使っているようです。本来は幅員が4メートルないと位置指定できないのですが、建物が建った当時は 3.5 メートルで許可されたようです。ただずっと 3.5 メートルのままで良いということはありません。もしかしたらパロコさんのところが建て替え時にセットバックすることを承諾しているというようなことがあるのかもしれません。あえて専門用語である1項5号道路と書かれているので、その辺はご存知のことかもしれませんが、もしそうでなければ市役所に行って確認してください。道路中心がどこになるかによりますが、セットバックするとしても25センチか50センチのことなので、致命的ではないのですが、石積みの擁壁があるので、セットバックして作り直すと結構費用もかかります。それと位置指定道路であっても道路車線はかかります。2階の屋根付近で少しですが、車線制限にかかりそうです。この間取りのままクリアするためには、道路のレベルから 1.2 メートル以上の部分のコンクリートブロックをネットフェンスなどにして開放的なものにすると、建物までの交代距離の分緩はされますので、すっきりクリアすることができます。もし道路のセットバックが必要な場合には、この擁壁を一旦解体することになるので、いっそ擁壁をなしにして、ここは道路レベルにしてしまうことも考えられます。少しのことですが、全体の計画に影響するかもしれませんので、注意は必要です。ちょっと位置指定道路について長くなってしまいましたが、建物については
まず台風対策のために沖縄では一般的と言われる鉄筋コンクリート像にするとのことです。南北に大きな窓を設けて軒を深く張り出すというのもすごくいいですね。そうなると同じ鉄筋コンクリート像でも壁だけで建物を支える壁式構造ではなくて大きな柱と梁で建物を支えるラーメン構造と言われるものになります。おそらくパルコさんが現在お住まいのマンションでも大きな柱と梁が見えていると思います。同じような構造でこの辺りに柱を入れることになります。マンションと違って梁は天井裏に隠せますので柱だけ注意してください。それと鉄筋コンクリートの場合はこの 910mm のグリッドにこだわる必要はありません。自由な寸法が使えますので 1000mm のグリッドを使ってください。鉄筋コンクリート像の場合サッシなんかも基本特注寸法になるので自由に作れる反面やはり割高になってしまうのが悩ましいところです。さて肝心の間取りについてです。2世帯住宅は親世帯と子世帯の距離感がポイントになると思いますのでそのあたりを中心に見ていきます。どこまで共用するかはそれぞれの家庭によって異なります。パロコさんはキッチンとダイニングは共用と書かれていましたがリビングは書かれていませんでした。ですのでこのリビングは親世帯のエリアかと思います。それにリビングと寝室の間仕切り壁も可動式で寝たきりになった場合は開けっぱなしになるとのことですのでやはりリビングまでが親世帯エリアと考えて良さそうです。初めてパルコさんが書かれた間取りを見たときリビングとダイニングの距離が近いので1階全体が親世帯のゾーンかと感じました。どちらかというとダイニングキッチンは共用というよりも親世帯のダイニングを使わせてもらうような印象を持ってしまいました。もちろんパラコさんのご家族にはこの間取りがふさわしいのかもしれませんがキッチンとダイニングが共用と書かれているのを見たときはこのような模式図を思い浮かべました。玄関から入ると共用のキッチンとダイニングがあってそこからそれぞれの世帯とつながっているようなイメージです。パラコさんの間取り図で言うとダイニングとキッチンを親世帯からもう少し距離を置いてダイニングキッチンから同じ距離に親世帯と子世帯のゾーンがあるというイメージです。2世帯住宅は何かとストレスになりがちですがそのような距離感の方が特にご主人さんにとっては気兼ねなく使えてくつろげるダイニングになるのではないかと想像していましたのでパルコさんの間取り図のダイニングの位置は少し違和感がありました。ちょっと漠然とした話になってしまいましたが後ほど具体的に提案させていただきます。それから寝室の南側に張り出した三角形の部屋です。物干しやお母様の読書部屋ということですがせっかくの寝室の窓を塞いでしまうのが残念です。おそらくそれは分かっておられて部屋を飛び出させていてあえてこうしているのは南西側の家からの視線を遮るためではないかと感じました。庭は奥に深くて広さは十分ですが確かに東側と南西側の家からの視線は結構気になりそうです。2階の間取りについてはこのエリアはご主人の書斎でここがデスクになっていてこちらはパルコさんの書斎かと判断しました。数千冊もの専門書をお持ちで関西から沖縄に行かれるご主人や写真撮影や茶道が趣味と言われるパルコさんにもついつい興味が湧いてしまいます。構造も大きく変わりますので新たに間取りを変えてみます。特に共用のダイニングキッチンに注意しながらスケッチしてみます。
それではできましたので見てください。駐車スペースの位置はそのままですが、車の前を通らずに玄関まで行けるように、玄関へのアプローチは別に設けました。それと位置指定道路のセットバックの影響で、石積み擁壁がなくなることを想定して、北側も擁壁を撤去してみました。すると完全に敷地に入りませんが、来客用の駐車スペースができます。人はここからアプローチして、車からはここから入ります。駐車スペースの前にスロープが取れるので、ここで高低差を吸収します。玄関に入ると左手が下足収納で、右手にベンチを作り付けます。玄関とそれぞれの部屋の間には引き戸がありますが、普段は開けっぱなしを想定しています。正面にずっと進むと、一番奥が共用のダイニングです。最大4メートルのテーブルを置くことができますので、たくさん親戚が集まる場合でも、10人程度は余裕を持って座れます。南側の庭と北側の中庭に面しているので、緑を見ながら食事をすることができます。両側の庭から光もたっぷりと入り、南北に風が抜けます。キッチンはこちらです。車から荷物を下ろせて、家庭菜園からも新鮮な野菜を運べる位置に勝手口を設けます。キッチンの背後には冷蔵庫と食器棚がずらっと並びます。この辺りはオーディオ機器を置かれると思います。一番端はピアノ置き場とします。この独立性の高いダイニングキッチンなら気兼ねなく好きな音楽を聴きながらリラックスして過ごせるのではないでしょうか。椅子に長時間座って疲れたらこちらのソファーでゆっくりできます。ここはお母さんの読書スペースにも最適です。このダイニングはお客様も含めて必要な大きさを決めてください。これくらいのエリアで収まるかもしれませんが、ここでは南西側の家が気になるので視線をカットする意味もあって、ここまでダイニングを張り出しています。こうすることによって中庭部分のプライバシーを確保することができます。ご両親は食事以外はこのゾーンが生活エリアです。中庭型の場合、中庭の北側が一番良い場所になります。南の中庭側に深い軒下となるデッキテラスを設けて、この窓から風を取り入れて、北側の土間テラスに抜きます。この土間テラスは穴開きのコンクリートブロックで囲われています。ここから車椅子で直接出入りすることもできます。共用のダイニングに近い位置がリビングで、ソファーとテレビを置いて、奥が寝室です。この寝室とリビングは前回の間取り添削でトマトさんが言われていたようなホテルのツインルームのようなイメージで、ワンルームが良いかと思います。ちょっと視線を遮るため、ここに格子のようなスクリーンを設けます。このゾーンは完全にプライベートなゾーンになったので、こういうことも可能になります。そしてベッドの横にクローゼットとトイレ、寝室の奥に洗濯機、洗面、お風呂、庭側に室内の物干しです。マルコさんご夫妻のゾーンへはこの階段を上がります。階段を上がると1階と同じように南側のテラスと北側の土間テラスがあって南北に風を抜きます。リビングと寝室の間は高さ2メートル程度の家具で仕切るだけでも良いかと思います。寝室側はクローゼットで、リビング側はオーディオの収納です。ソファーの背面がご主人用のデスクで、壁の奥に書棚をずらっと並べます。床はこの部分をずっとタイル仕上げとして、外部のテラスも含めて観葉植物を育てることができます。寝室の南側にウォークインクローゼットで、北側に洗面、お風呂、洗濯機、物干し場です。そして来客も想定して階段の近くにトイレを設けています。ここで少し階段上がって、こちらはパロコさんのエリアでデスクと収納棚です。その奥が将来の夢と書かれていた3畳の茶室で、茶室からは屋上庭園にも出られます。ダイニングの天井を高くしたいので、ここで階段を上がっています。この階段を上下しますが、ダイニングとリビングは近い位置になります。このように共用部分のダイニングとキッチンの独立性を高めることによって、お互いに気を使わずに暮らせるようになるのではないでしょうか。階段部分の音の問題については、パブリックなゾーンとそれぞれのプライベートなゾーンに引き戸を設けておけば、状況に応じて調整できます。お母さんが元気なうちは開けておく必要はないでしょうし、将来必要に応じて戸を開けておけば、少し離れていても声は届きます。そしてリクエストにあった内観スケッチです。ダイニングから中庭越しにご両親の部屋を見たところです。大きなダイニングテーブルに座ると、
窓から中庭の木とその向こうにデッキテラス、ご両親のリビングや寝室が見えます。状況に応じて木製ブラインドなどで視線を調整しますが、ブラインドが閉じていたとしてもなんとなく雰囲気は感じられると思います。これぐらいの距離感がちょうどいいと思いますが、いかがでしょうか。このスケルトンの階段で2階のリビングともつながります。それとこのダイニング自体も外から見られることのないプライバシーの守られた空間になります。外壁はこんな感じです。この壁に沿ってアプローチします。このようなイメージです。ここでは壁を斜めに振っています。道路面は1、2階ともこの辺りに土間テラスがありますので、外壁面に穴開きのコンクリートブロックを積みます。こうすることによって防犯や防護になりますので、安心して窓を開け、風を通すことができます。屋根のないフラットな外壁ですが、窓を設ける範囲を決めて、そこに深い軒を張り出しています。いかがだったでしょうか。今回は共用するダイニングとキッチンを中心に考えてみました。共用するということは、いわば家の中でのパブリックなゾーンですので、過去ご夫妻のプライベートなゾーンとは明確に分けた方がいいのではないかというのが今回の提案です。間取りを家具ということはいろいろな関係性を形にしていきます。光や風といった自然との関係もそうですし、今回のように家族の関係もそうです。そう考えると間取りを書くことも面白くなってくるのではないでしょうか。私たち設計者もいろいろな提案はできますが、それを決定できるのは家を建てて住まう方だけです。今回の提案がいろいろなことを考え始めるきっかけになればと思います。パロコさんは玄関とダイニングキッチンを共用としましたが、どこまで共用するかが2世帯住宅を考える上でポイントとなります。2世帯住宅の経験がある方はアドバイスいただければと思います。コメント欄に体験談や間取りの提案などがありましたら、ぜひお寄せください。今回は以上です。私も沖縄の海が好きで、毎年のようにお世話になっているので、遠いところのように感じませんでした。この動画は少しでも関西から沖縄に帰るパロコさんのお役に立てれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。